はい、始まりました。今回はですね、これもまた結構前のリクエストになるんですけども早く答えてください。リクエストにお答えさせていただきますんでちょっと減ってきちゃってるリクエストをまたちょっといただきたいと思ってるんですけども、行列を見て並ぶのやめてる人がいっぱいいるんですよ、きっと。でこれまたその話しちゃうといっぱい来てまた行列になる可能性もあるんで、ちょっとそれはちょっとご了承いただきたいんですけど一応今回はリクエストの回になりまして、今日は永遠の大魔導士ジョダーになります。なるほど。最近人気キャラクター。最近出たジョダーじゃなくて、昔のジョダー、これ人気なんですよね。になるんですけども、これリクエストの内容が56と78両方お願いしますっていうリクエストでして、なるほどね。56をまず紹介して、78だとこんなになりますよっていうのを紹介するという、これがこんな感じですよって、56と78こんな感じですよっていう紹介の動画になります。我々が考えるあくまでも尺度で言うとこんな感じだっていうので、ちょっとここの尺度をあまり深掘りするとね、戦争が起きちゃう。もう人それぞれね、捉え方違いますんで、我々はこう考えてますよっていうのを紹介していきますんで、はい、まずこいつの能力の説明からさせていただきます。はい、こいつはジェスカイ合ってますよね。ジェスカイ4マナー43飛行合ってますね。で、あなたが唱える呪文のコストを支払うのではなく、5色5マナーを支払ってもよい。5色5マナーで1つ呪文唱えられますよと。大体コストですよね、これ。そうですね。はい。で、一応こいつ、飛んでるんで、飛んで、別に飛んでる関係ありますこれね。こいつ43なんで。はい。ここにもムキムキになるジョダーの片鱗が見えるというね。なるほどね。結構ね、スタッツが高かったと。なるほどね。これが進化したんですね。そうですね。はい。要は、でかい呪文を、5色5マナで踏み倒せるよっていうことなんですよね。まず56から説明していきますんでまずそれを始める前に56の話からさせていただきますね。はい。で、まず頂点壊滅獣、が踏み倒せるということで、属性もついでにできちゃうと。属性がいっぱいできるぞというのであったり、エルドラーシーっていうのが簡単に思い浮かびますよね。エルドラージタイタン、これ一応唱えるなんでね。そうなんですよね。唱えてるんで、誘発効果も乗るんで、悪かないと。単純に思いつくのがその2つぐらいは、皆さん思ってらっしゃると思うんですけど、ただね、エルドラージで勝てるかって言われたら、そうだね、エルドラージは意外とめちゃくちゃ強いじゃんと思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外とカジュアルカードっていう難しい扱いなんじゃないですかね。難しいですね。でも僕もね、最初ね、エルドラージ楽しそうと思って何回もやったんですけど、結構すぐやられてチーンってなるっていう場面は結構あったんで5、6作だとでも楽しいんで、めちゃくちゃ。いいカードなんですけどね。それで言うと、このジョダーで、有名な話があるみたいなんですけど、モロフォンですかね。限りないもの、モロフォンっていうカードがありまして、7マナの、多層のカードなんですけど、無色で、こいつが、場に出るに際しクリーチャータイプを1つ選ぶと。で、その選ばれたタイプを持つ呪文のコストが、5色5マナ少なくなると。ってことは選んだタイプのクリーチャーはゼロマナ効果により0マナになると全部フリースペルになるなるという。で、一応有名な話なんですよね、これ。そのクリーチャータイプ一つ寄せておいて、で、そのクリーチャータイプを要は、例えばその守護者計画とか獣をささやくものみたいなカードがある状態で、どんどん唱えていくと、クリーチャーいっぱいタイプが入ってるとして、でそれを唱えていってチップワンドロでもいいですし、でそれを全部フリースペルで唱えていくとチェーンするみたいな感じの、普通に大量のクリーチャーが並びまして、殴っていくと、パンチして OK と、っていうのが有名な話であると。でそんな中で、僕たちが5、6作でいいんじゃないかなということで探してきたカードがあるんですけども、まず1枚が、太陽鳥の祈祷というカードになってまして、激安
赤6マナのエンチャントで、あなたの手札から呪文を唱える旅。これ、ジョダンの効果で手札から一応唱えてます。5マナで払ってますが、手札から唱えてまして、それで一番上から X 枚公開する。5マナで唱えてますが、X はその呪文のマナ総量に等しい。なんで、例えば10万の呪文とかを踏み出したときに、10X の値になり、それが、まず、10枚めくって、公開されたカードの中から、その、マナ総量以下である呪文を、踏み倒して唱えていると。いうことで、10だったら9以下の呪文がめくれるということになる、このエンチャントなんですけど、はい、これ、一応、その、まあ、5、6択だったら、バカでバカ呪文唱えて、俗称ですみたいなことですよね、要は。なんなら、不要の接近唱えて。不要の接近唱えて、はい。不要の接近。不要の接近がライバルの中入ってくるんだけど、まあ、解決された後に入ってるから結局埋めきれないんだけど。あれこれでも、だって以下だからダメじゃないですか。以下だから。以下だからいけるんだけど。以下だからいける。確かに。以下だからいけるな。同じでもいいんだ。でもだから解決された後に戻ってくから。ダメじゃないですか、じゃあ。すごい、なんか今夢見たんだけどな、今。一瞬。もう一回は唱えなきゃダメなんだけど。なるほど、なるほど。一発ではいかないよ。なるほど、まず太陽町の祈祷の効果の方先に解決入るから。なるほど、なるほど。どういうこと唱えるじゃないですか。唱えます、はい、唱えます、はい。唱えてるその服用の接近スタック上に乗った状態で、先に太陽町の祈祷の効果が誘発するから、太陽町の祈祷の効果が先に解決する。なるほど、ライバルにはないんだ。そう。今、なんちょっといけるのかと思ったじゃないですか。夢を見たというね。という夢を見たんだ。夢を見たっていう。でもほら、もう一回唱えれば。まあ確かにすぐ来るんで、その太陽、不要の接近。確かにね、これがあればね。でもそれだとオープンリーチしてる形になりますね。いや、5、6だから。5、6だから、太陽町の人なんてそんなカードだろ。で、まあ、もう一個、テイムさんが見つけてきたカードがあるんですけども、それが原子の落とし子というカードになりまして、こいつエルドラージタイタンよりは面白いと思うんだけど。能力まず説明させていただきますと、5色の、8マナ違うな、何マナ ?9 マナ ?5 の5、10マナ普通に唱えると10。普通に唱えると10の5色のカードなんですが、こいつが唱えられることなく、また、唱えるためにマナが支払われることなく戦場に出たら、追放されるということで、まずマナ踏み倒せない。そう、踏み倒せないんですが、ジョダンの場合は払っているので、払ってる。こいつが出てくると。そう、出てくる。で、警戒トランプル犯行を持ってる重々ですと。はい。とりあえず重々の警戒トランプル犯行もまずやばいと。まあ、さすがにだと。で、やばいんですが、こいつが戦場を離れたとき、デッキトップ10枚追放して、その中からマナ総量が10以下になるように選んで、マナコストを支払うことなく唱えていいと。はい。これ困りましたね。偉いところは死亡誘発じゃないって。そうです。確かに死亡誘発じゃないんだと今見てて思いました。ってことだから追放しようが、バウンスしようが、バウンスしようダメ。やばいぞこれ。何しようが場から離れる限りは誘発しちゃうんで、なるほどなるほど。殴られ続けるか、踏み倒されるか選べって言われるっていうね。これやばいですよね。殴られ続けるのはやばいし、踏み倒されるのもやばいっていう。多分俺だったら踏み倒される方を選ぶかな。ワンチャンめくれてなんとか外れてくれっていう方のよくないですかこれ。いやー怖いよな。怖い。さすがに怖くない。10枚だよ。このカードいいな、最高だな。で、あとは、もう一個は、こっちは今度僕が見つけてきたカードなんですけど、コンフラックスというカードになってまして、これなんて言うんですか、称号、称号というカードなんですが、5色の無色さん、8マナですかね、のソーサリーで、こんなもん唱えられるかいライブラリーから、各色1枚ずつサーチして手札に加えるという。白1枚、青1枚、黒1枚、赤1枚、緑1枚。手札に加えていいという。で、これ、まあ、何をするかと言いますと、要は、まず5色5マナで、これを唱えて、全色サーチしてくると。で、まあ、要は全地を持ってきて、それ以外のカードは各色1個ずつ持ってくると。で、多分黒とかにアービス入れるんで。そうでしょうね。
でもそれだとオープンリーチしてる状態で、要は全知唱えられませんので、あともう 5色必要なんで、これ10マナのコンボということになりますんで、さすがに10マナのコンボだったら5、6でも許されるんじゃないかと。あまりにも普通には実用的じゃなさすぎるんで、決まったらむしろ拍手が起きるタイプだから、これは許されると思います。許されるんじゃないかって僕たちは思ってると。2回行くという過程でジェガンさんであったり、最近出た永久の睡蓮っていうカードがあるんですけども、これは最近のカードで無色5マナで、タップインします。で、タップで、5色出るという、要はこのアーティファクトか、ジェガンサをアンタップすれば10マナ出るぞと。下準備大丈夫かと状態でコンフラックスを打って、全知を通してそこから勝つという、状況になります。はい。とんでもないチンコンボ、だったら許されるんじゃないかという解釈で、一応こういうのもありますということで。で、こんな感じで5、6択は戦えばいいんじゃないかっていうのが、今話した感じだと原子の落とし子めちゃくちゃ楽しそうだっていうとは思ったんですが、ここからは一応7、8択の話になるんですけども、じゃあこれが5、6択だったら、7、8択ってじゃあどんな感じなのかっていう話になると思うんですが、まあね、一応7、8にも一応フルカラー統率者なんでね、そうですね、まず5色なんで、なんとかなりますよ、一応。でどうやって勝つかっていうのは、2パターン、勝ち筋があるんですが、まず一つはもう当然寿司に逃げます。5色7、8って言ってもこいつは結構弱い方なんでまあね、あんまりその効果を使うところがないし、そうですね。で一応効果を使って7、8に持ってこなきゃいけないと僕は思ってるので、一応効果を使う勝ち筋で言いますと、スルタイの根本原理ということになるんですけども、スルタイの根本原理は一応1色のカードを3枚持ってきて、で対戦相手に1枚これダメですって言われて、2個、唱えられる、ただで唱えられるっていう呪文なんですけど、その持ってくる3枚のカードが、まず無限突、単色のカードなんで、無限突、アビスで昔の神器託シアクス、手札が制限がなく上限が0になるんで、エンド時に手札全員制限逆になるっていう人気託シアクス、この3枚を持ってくることによってまず確定で無限突が、ライブラリに戻っていきます。で残りの2枚ということでアビスと人気タクシアスが唱えられるという、呪文になるんで、でアビス打てば寿司決めるためになんとかなるやろと一応半分なんでね、ワンチャンちょっとワンチャン決まらない可能性ないとは言えないんだけど、でも決まらなかったとしても引いてきたら、なんかできるでしょっていう。なんかできますし、決まんなかったとしても人気だけやつが出てる状態なんで、出てる状態でしかも手札がジャブジャブだから相手の手札スキシャス守ってりゃ勝てるんだよ。そう相手の手札はもうなくなる状態が、トップワンドローしかできなくなってしまう状態になるんで、それで勝つというのが一応7、8択の、ちょっと C では難しいかもしれないんですけども、一応7、8択だったらこんな感じで勝てますよという構成になりますかね。以上が我々の考えてきたジョーダーです。どうだったですかね、これ楽しそうですかね。一番盛り上がったのはこれ結局原子の落とし子原子の落とし子おすすめなんでこれあんま一定してなかったんでねこれティムさんが見つけられた原子の落とし子、これかなり勝ち取った感があるんで我々が得たぞっていう感じがあるんで、おすすめということで今回の動画は以上になりますかね。おしまい。